くるりさんは、国際さん、私って一体何なんでしょうか？幻想です。はい。エタノールさん、私には分かりません。これが答えになってしまった。そう、私には決して分かりません。私がいないということを私が知ることは絶対にできません。もし答えというものがあって、それに出会うことで人が悟れるんだったら、もうみんな悟ってます。これだけの情報化社会なんですから。うん、だからこそもう昔から不流文字って、情報として伝達できるものではそういう質のものではないよということなんです。うん。エタノールさんのわからないことが分かったっていうのは、ソクラテスの言うところの無知の知ってやつですね。すごく大事なポイントです。くるりさん、幻想ですとおっしゃられると、なんだかイラッとする思考がやってきました。そう、イラッとしようとしたわけじゃないんです。ということは、その思考、くるりさんのものじゃないんです。そのイラッとする思考をくるりさんが作ったわけでも選んだわけでもないんです。常に私はいないという大和田奈穂さんってどういう状態なんでしょうか？大木拓也さんも今いないんです。だから同じ状態です。ベルさん、どうしても分かろうとしてしまうけど、ただ感じていればいいのかなって、そうなんです。僕たちは感じていないことすら感じていると誤解する感覚の中に生きているんです。私がいるということを感じたことがないのに、だってないんだから。それを感じたことがないのに、いるっていうふうに誤解しています。では何を感じて私というものを捉えているのか、追おうとすると見つかりません。うーん。ね、これもね、この非二元に関心のある方、セッションを受けられるときによくやるんですけど、うん。じゃあ、あなたは私があるという、その実感を今お持ちなんですねっていうことなんですよ。で、皆さんもどうでしょうか？いや、私がないが分かりませんっていうのであれば、私があるという実感があるという話になるわけです。じゃあ、何をもとに私があるのかっていうと、私そのものっていうものを感じてはいないはずです。ええ、私という言葉が指しているその対象は、ではどこにどのようにありますかって、具体的に示そうとすると、ないんですよ。で、皆さんにそれを問いかけても、漠然と、「え、これ」っていうだけで、いや、だからそのこれが何のことなんですかっていう風に突き詰めると、そこで思考停止になっちゃうんですよ。でも、日常の中で頭使って考える場面もあるけど、考える状態にある以上ってことってそうです。ではちょっと今皆さんに考えてもらいましょうか。はい、考えてください。今日、お昼ご飯、何を食べましたか？はい。僕のこの質問に対して皆さん、今日何食べたっけなって考えたと思います。で、この考えるという流れは、僕がお昼何食べましたかって尋ねたことに対する反射反応として考えたのであり、何食べたっけが独立して浮かび上がったものじゃないんです。僕が問いかけるという流れの先にあったピタゴラスイッチなんです。
じゃあ次は、はい、お話し会でもよくやるんですけど、はい。鼻の頭をこうさすってみてください。はい、さすっていただけましたでしょうか？はい。この今、鼻をさすってみてくださいと言って、さすった方、鼻をさするというその行為は、誰の意思において行われたものと言えるでしょうか？いや、私の意思ですよっていうことになりますかね？僕がここさすってみてくださいって言ったから、その連鎖でさすったのであって、だとしたら、あなたの意思じゃなくなる話じゃないですかってことなんです。こういうふうに全ては、複雑に連鎖していっているんです。で、このね、複雑な連鎖のことを縁って言うんです。うん、トコさん、でもさすってない人もいますよってその通りだと思います。さすってない人も、それやっぱり反射反応なんです。どう伝えたらいい？これが反射反応だって伝わるかな？今あくびしたから連鎖反応してくれ。あくびということによって、他の器官も連携して動いているし、例えば口元にあった空気の動きなんかが連鎖しています。何かが単独で動くっていうことはありえないんです。僕が動くとここに気流が生まれるんです。で、あくびっていうのも、体の連鎖反応でアウトプットの一つプロセスとして出てきたわけですよね。例えば眠いっていうことが起きたことによる連鎖反応ですよね。で、先ほどのさすってくださいでさすらなかった人は、そこにもやはり別な連鎖があるんです。あ、この人はさすってくれって言ってるけど、なぜ私がさすらなければいけないのかっていう、そのことに対するやっぱり反応があるわけです。だから引き寄せっていうのはものすごくたくさんの誤解を作っちゃったなとも思うんですけどもね。なので、引き寄せの法則の解説自体、二元性で語られているんですよ。だから、絶対あれ嘘なんですよ。うーん。っていうか、言葉は全部嘘なんですよ。辻褄合わせですらないんですよ。だって、引き寄せって言ってること自体がさ、引き寄せている私と引き寄される対象っていうのが分かれてあることじゃないですか。ってことはもうこの話自体が、絶対性っていう本当の世界が理解できていない幻想の世界のストーリーの延長の話だってことじゃないですか。例えば、どうしたらいいのかな。法則って全体に影響あるじゃないですか。法則が適用されているものと適用されてないものってあるのって話で。どう言ったらいいんだろうな。うーん。いつもやってるけど、ここにコーヒーが入ってるんだけど、はい。入れた時ホットコーヒーだったのに、今もうすっかり冷めてるんです。
コーヒー自身が冷めるという状況を引き寄せたっていう言い方は正しいでしょうかってことなんです。だから今、いろんなテーマが一緒に進行しちゃっているんだけど、どこを取ってったらいいのかな。うーんと、だから前から話してるけど、言葉って全部方便なの。科学なんてめっちゃ嘘っていうことで、いや、嘘ではなくって、学問の、その衝動っていうのは、全部ね、数学にしても科学にしても、医学にしても、あと天文学にしても、本当のことが知りたいっていう衝動が学問なんですよ。で、科学も学問なんです。で、本当のことを知りたいけども、本当のことだって言い切れるだけに行き着けないんですよ。本当がないから。で、これも何度も紹介してるけど、はい、これなんです。これ、そのサイエンスの、お話をまとめてよく出されている竹内薫さんという方の、99.9%は仮説って、あの、今本当って言われているものは仮説なんです、全部。だから、解明されると今までの本当が嘘になるんです。最近の歴史学とかもそうですよね。どんどんなんか違うことになってって、僕らが学生時代習ってたことが、今間違いになってたりするじゃないですか。自分がいないなら相手もいないわけで、科学も何もないじゃないって、そうなんです。だから、本当は無だっていうのが、ずっと宗教で言われてることなんです。何もないんです。体験でしか真実は経験できないのですか？いや、だから、今、皆さんが経験しているこれは真実なんですよ。えとりあえず、全部連鎖反応だっていうことは通じますかね？私はいないを分かるために生きてるのって、いや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 、生きることしかできないからなんです。はい、で、なんだかんだで、本日1時間になりました。また中途半端かもしれませんけども、あんまり長くしてもね。はい。あの、おまあまあ、繰り返し繰り返しこういう話もしていきましょうね。はい。今日もご参加いただきありがとうございました。はい、また次の配信でお会いいたしましょう。さよなら。